こんにちは。こんにちは。こんにちは。代々木公園店のセントです。畑店の金子です。今日は珍しいね。珍しい2人でお送りしてます。この外っぽい感じで。そうっぽい感じでね。まあこれだよね。これのせいだよね。これです。これのせいで。これのせいだね。はい。これは何？これは何でしょう。グラストのウォンバットでございます。入ってきました。ついに。いいね。早いね。組むのが早いですね。こっちが僕のあなたの私物で、こっちが代々木の展示車。ちょっと金子さんに手伝ってもらった。まずはどんなスペックのチャリなのかっていうのを説明でしてもらっていいですか？よろしいですか？いいよ。こっちの方が分かりやすいかな。シングルスピードが基本のマウンテンバイクなるほどね。でございます。ちょっとずらそう。あいよ。そう、かなり使えるパーツはうん。クラシック仕様なこういう V ブレーキでブレーキが鳴ってたりとかっていう。そうだね。そうでスルーアクセルでもないし、そう100ミリ後ろが135ミリっていうオールドスクールな。マジ普通にあれだよね。20年前のマウンテンバイクと基本の一緒だよね。何かつくパーツは一緒ですよね。そうなんだよね。はい、そう。アヘッドだったりとかはありますけど、割となんか僕らが親しみのある、ブルーラグ的には親しみのあるパーツたちでそう組めるこういうキングの1と8分の1のヘッドセット使えたりとか、この辺の 27.2 のシートポストとかも本当よくあるサーリーとかで一番普通のやつだし、ね。そうだよね。組みやすいですよね。結構説明するにももう超シンプルすぎてあれだね。そうですね。大体終わりました。終わった。まだ終わってないです。まだ終わってないか。そうただのオールドスタイルのマウンテンではなくて、このジオメトリっていうんですか、この設計が、この寸法がちょっと今風だったりとか、かなり独特なのかな。独特かも。独特かもしれない。独特かもしれない。僕ら乗りましたもんね。乗った。一緒に乗りに行って。乗った。ちょっとびっくりした。昔ながらのマウンテンとはちょっと味付けが違うけど、スタイルとしてはパッと見はオールドなスタイルなのかなっていうバイク。そうだね。ウォンバットでございます。これね、いいよね。ウォンバットは何でしたっけ？なんかコロンとしたネズミみたいな。そうなんか小動物ね。小動物ですよね。可愛いやつ。そう。多分ネズミのでかい版みたいな。ネズミのでかい版みたいな。そう。結構その辺の名付けは割と昔のマウンテンバイクとかってあれじゃないですか。なんとかキャットとか、なんとかフォックスとか、動物由来。そういうことなの？わかんないですけど。俺なんかアメリカにさ、モンバット。モンバットっていうミュージアムがあるでしょ。あります。あれとかけてんじゃねえかなって思ったんだよね。それは金子さん的解釈だよね。そうだよね。ごめんなさい。いやでもあるかもしれないですよね。そうであれだよね。そのセンタ君言ってたやつも俺逆にちょっと新鮮で確かに補足すると、ここのダボとかついてんだよね。そっか。あとこっちにもついてる。ここにもついてるか。ここにもついてるし、ここにもついてるし、ここにもついてるし、結構昔のマウンテンでもこの辺はついてたんだけど、やっぱそのエニシングケージ的な使い方するのとかってあんまなかったから昔は。だからそれが今こうやってついてたりとか、あとねダイナモのルーティンがねあんだよね、ここに。そうですね。そうだからシングルスピードマウンテンバイクにダイナモつけれるっていう謎の仕様。クラストらしい。そう、クラスらしい。であとここの下にアウターハウジングっつってワイヤーがこう通るところがあるんだけど、これってさ結局ブレーキここだから意味ないじゃん。なんだろうこれってなったら、ここにドロッパーのあれがいいんだよね。そうですね。そうだからこれ 27.2 のドロッパーが入れられるっていう、さっきも言ってたけど古めかしい形して最新のスペックみたいなやつをちょこちょこ入れれるっていう謎のバイクだよね、本当に。ドロッパーシートポストですね。そうドロッパーシートポストシャコって下げれるやつね。そうこれね、あれねマジでねすごいよ。 iPhone ぐらいすごい。 iPhone ぐらいすごい。それは言い過ぎかもしれない。なくてはならないものじゃないですか。生きていけないやつ。生きていけないもんで、こいつがそうだね。ちょうどそうなんですけど、こっちはギアがついてます。さっきギアなし前提みたいな話を最初にしたのに、いきなりギアがついてるんですけど、このさっき言ってたこのドロッパーのルーティンをここまで使って、この辺はバーテープ巻いてフルアウターで引っ張ってくれば。であとここにあれか、そのエンド金具みたいなのつけるのか。そうですね。ディレイラーのこれはプロブレムソルバーズっていうディレイラーハンガー
をつけてあげれば、うんこれ今11段ついてますけど、こういうのもできるんで、普通にギア付きのマウンテンバイクとしても大丈夫そう大丈夫そうです。普通に動いたね。普通にちゃんと動く。全然問題なくそれは動くわな。若干ねいつもやることじゃないんで確かにちょっとチャレンジだったんですけど、確かに僕ももうすでに2日乗りに行ってますけど、そうだよね、はい大丈夫でした。これさはい俺すげえ楽しみにしてたのこのフレーム。ああそうですよね。そうでなんでかって言ったらさワンバイワン自分が乗ってるからさはいシングルのマウンテンいいなって思ってて、でもそれよりも本当に一番最初のワンバイワンって V ブレーキだったのよ。そうですね26インチではいはいはい。言い忘れてた。これ 27.5 だね。あそうだ 27.5 です。27.5でタイヤクリアなんですよこれ。2.6 がマックスぐらいで表記されてました。でこれがこいつらが 2.4 2.4 のブロックとスリックほうほうで、ミニマム 2.2 ぐらいとかでどうですかって本国のサイトには書いてて、なんで割ともうぶっといの入るね。ぶっといの入るんで、もうさすなしですけど、そのタイヤの厚みでクッションしてもらったらいいんじゃないかな。金子さんじゃあ俺が言うのワンバイワン乗っててのちょっとフィーリングの違いじゃないですけどどうでした？フィット感は一緒なの。フィット感はああそう言ってましたね乗ってる時も。フィット感は一緒なんだけどハンドリングが違いすぎて、ちょっと最初驚いてましたね。でそうこれはいいのか悪いのかそう分かんないみたいな感じになってて分かんないってなって最初そうでしたよね。そう結構フロントが軽いでしょっそうですねていうので合ってるよね。だと思います。普通に平地でだらっと乗ってる分には、素直には曲がんないチャリかなって。そうちゃんとこう体重かけてあげないとなんかこう滑っちゃうっていうか、そうですね。そういう感じはあるよね。なんでそれって多分マウンテンバイク最近のやつって割とこう前輪が前にあるからみんなそうなのかなって僕も思うんですけど、下りになった途端にすげえなんかね食いつきよくなって、なんつうんだろう、なんか意外とその不安がなかったんだよね。そう僕も下りで思ったのはすごい前輪が前の方にあるんで、ラインが入る、ラインが見えやすいしなんだろうトレースしやすいみたいな。やっぱライン入るってそれさあれだよね、目線だよね。目線っていうかさ、この道行きてえなっていうあれだよね。そうです。それがすごく素直にトレースできる感じがあるのが多分こういうワンバイワンより多分前輪が前に行ってる気はする。ですよね。ここが多分一番違うくって結構確かに似てるんですよねワンバイワンと。ここの寸法とかがここの寸法は一緒なんだけど角度とかこの縦パイプの角度とか前輪の位置とかバックの長さは多分割と一緒なんですよ。一緒っていうか車輪が違うから長くはなってるはずなんだけど規模感は一緒なんだよ。で BB の高さも違うんだけどホイール違うから一緒なのよ。なるほど。だからあれこれさっきも話したかもしれないけど、そのワンバイワンの10メートル見た時に一緒じゃんって思ってで多分ウォンバット実は、クラス的にはワンバイワン復活させようかなみたいな感じのノリで作ったんじゃねえかなっていうのを勝手にね思い込んじゃってワンバイワンのめちゃくちゃロマン感じたんでねで乗りたくて乗ってさっきのに至るんだけど、この前さセンちゃんに言ってさ「ちげえよなわけないでしょ」みたいなこと言ってたけど、俺絶対これステーブ下げてハンドルバーンって上げたら多分ねめちゃくちゃ楽しいと思うんだよね。本当ですか？結構こう前にちょっと今度やろう。だから俺あれハイハイバーつけてお客さんに組む。そう多分結構上目なハンドルつけて、でもそしたらあれかフロント荷重抜けんのかまた抜けます。ダメだな。いけんのかな。いや多分ねでもいけると思うんだよね。多分ステムをバン下げしてハンドルの角度バゴーン上げたら、結構手を抑え込めるようなちょっと今あれだね、長嶋さんみたいなちょっとグッつってねできるような自転車になるんじゃないかなと思う。そうですね。まだ未知のところは多いですけど、この自転車さもう時代遅れじゃん。そうです。めちゃくちゃ、時代遅れのそれがいいです。スペックで今っぽい多分ジオメトリーにして、でそれが理にかなってるかどうかとかは多分まだ未知数なんだよね。そうですね。でなんだけど一つだけ言えるのはやっぱその
なんぞやというか山の中走るのはなんぞやみたいなの、まあ、山の中走って楽しければいいですね。そうをできる自転車なのかなっていう風に感じたんだよね、結構やっぱ今有名なブランドさんとかもさ別に割と低価格のそういうフルサスだったり、まあ、フルサスは言い過ぎか、まあ、フロントサスのバイクとか出してるけど、なんかそれともまたちょっと違う山の遊び方みたいなとかがすげえやりやすいんだろうなと思ったり、そうですね。あとなんかクラストの人たちってさパークではないけどさ、そのサリとちょっと似てんだけどその近くの公園のトレイルとか、ああいうところで走ってる映像とか、結構あるじゃん。だからなんかそういう風な乗り方から始める、アクティブバイクっていうかプレイバイクっていうか、なんかそれをすごく感じたんだよね。昔全然話変わるんだけどさ、昔さ26インチのさなんだあれストリートっていうジャンルのマウンテン流行んなかった？流行ったっす。流行ったよね。なんかあれをすげえ思い出したんだよね。僕はめっちゃそれが実は好きで。そうなの？乗ってたわけ。せいちゃん BMX じゃないの？ BMX と乗ってて、でも一時期ダートジャンプですよね、おっしゃってるのって。言ってみればそうだけどダートジャンプの派生かなんかでフルサスじゃない、じゃない、ごめんなさい、ノンサスで、そうハードテールで、まあ調子よければフロントサスノーブレーキで、で大きい BMX ですよね。そう大きい BMX、ブラックマーケットとか、NS バイクとか、オクテン1とか、オクタン1も持ってました。持ってました。そうあの辺のノリをなんかちょっと俺感じたんだよね。そう全然違うよ、もっと土臭いしなんだけど、なんか手軽に始めれるマウンテンバイクですねみたいなやつの可能性だったじゃんあれって。そうなんですかね。なんかね今だ街中で楽しめるマウンテンバイクって感じじゃないですか。俺ねなんかでもあれからさ山に派生するってどうだった？あれは山には行けない。行けないかやっぱ。行けてダートジャンプなんだよね。そうですね。僕もその短いマウンテンバイク、ここがあってね、もうチェーンステーキバチバチでバチバチになっててフロントセンターも結構短くなってるマウンテンバイク、僕ももうトップチップこうだったもん。そうですねこういうやつ持ってたけど、実際山に行って上りも下りもあるみたいなところって、そういう遊び方をしたい人には向いてなかった。今もごめん、ヘッド角超立ってたもんね。そうだわ、思い出した。そう僕もああいうの本当は乗りたいし、すごいバニーホップとかしやすいから楽しいんですけど、実際それって街中で乗らないし、山にいてどっちかっていうと楽しみたいっていう人なんですよね、僕は。そうなるとこんぐらいのバランスの方が絶対楽しいなって手に入れてみて思った。なるほどね。いやそれってこれ作った人 BMX ライダークラストのちょっと数年前に入ったのかな、ギャレットさんって人、FBMBMX のまあ友達なのかな、そういう割と FBMBMX もう今はやめちゃってるんですけど、そこの人たち、ファットボールドメンの一員だったのかなぐらいの人がクラストに移って作ったフレームなんですけど、だからその人ってすごいジャンプするのとかも好きだし、でも多分長い距離走るのとかも自走で行って山入ってちょっと山の中でジャンプしたりとかしたり。長い距離走ってもいいよみたいなこと言ってんだっけ？そうです。なんか何マイル自走してすごいよねそれもね。何マイルか自走してその山の中で遊べるバイクだよっていう風に説明書きがあった気がします。BMX ライダー的には山で遊ぶバイクはこういうのっていう感じが僕的な解釈。せんちゃんもう超勉強になった今そうね、確かにね、飛べるしね、ちゃんと。確かにね。さっき言ってたのはその前あったそのカルチャーの再燃っていうことを言いたかったんじゃなくて、単純にそのジャンルとしてさ、マウンテンバイクっていうジャンルとしてさ、1個確立されてたじゃんあれが。そうですね。なんかそれと同じようなこと、なんか何かのジャンルの確立みたいなのが、なんか今回これでも起こってるような気がして、そうなんかその対抗していくとかアナログになっていくマウンテンバイクの一つの形というか、なんかそういう風なのってすごく
あってしかるべきと思っちゃうのよね、俺なんか。そうですね、必要十分なスペックだったりとか、結局こういう黒森のマウンテンバイクとかでもなんか意外とどんどん重くなったりとかね、意外とそのオーバースペック、あるよね、必要ない機能あるよがあったりとかそこはなんか直接は言いづらいですけど、これはフレームがそんなにフォークとかも重くないですよね、組み上がりが確かにそんなに重くならないんで結構遊びが効いたチャリかなって思ってます。すいません、なんか小難しい話になっちゃって単純にさ、やっぱ遊ぶためのバイクがさ高スペックすぎるとさ、ちょっとこっちからこうってなっちゃうじゃん。そうですね。そうなんかそれじゃない自転車っていうのを結構クラフト作ってくれてるよねっていう気がするから、なんかそれのなんだろうな、結構俺代表格になってほしいなっていうのがあるのよ、ウォンバット。熱い。そうだし、俺全然総括じゃなくてなんかもう終わりに近づいてるかもしれないけどさっきの千住の話超良かった、マジでめちゃくちゃ面白かったおおそっかと思って確かにねと思って、あとちょっと昔話しちゃったけど、なんか思い出して気づくこと結構あるよね。あります。あの時さ、話また戻っちゃうけどさ、26インチのマウンテンでさ自走するの超大変だったんです。そうですね、こんな距離走れねえってみたいなそうあったけど、確かにこういう風なバイクだと確かに辛いよ、なんか一足だからさ、ちょっと時間かかっちゃうしさ、なんか遅えなって思っちゃうかもしれないけど、でも前のものに比べたら全然多分そうですね、いけちゃうし、その間に楽しめることが結構多いような車体になってるなって思うから、そんな感じかな。そんな感じ？言い残したことないですか？ちょっと一回チェックする造形かっこいい。そう、セグメンタルフォークってのがいいよね。ここがだいぶそのギャレット君的にこだわったのかな。ここが12345の5ピースのクラウンになってて、でここが BMX っぽい、この爪のエンドになってるね。そうなんだよね。ここも角度ついてて、ここでもオフセットもあるっていう。あとこっちでもオフセットしてんでね。そうですよね。そう結構オフセットが強くて、でヘッド角出てて、であとあれだよね、ガッツしここにガセット入ってるのもいいね。そうですね。この辺の線の細さとかすごい好きなんで、ここのメインパイプも結構細くて、細いよね。よくあるマウンテンバイクとかの黒森のフレームとかに比べると結構細いなっていうのが、割と細いのは多分クラスト的にはこだわりだと思うね。フォークも細いもんね、言ったらね。フォークも細いし軽いしね。軽いよね。そうだよね。いやいいよこれ。あれだよね、家にあるさ古いパーツ転がってんじゃん絶対。ビーブレーキなんか我々はね。そうですね。そっか、我々だけか。我々はそうです。135のハブとか。でも古くから自転車好きな人とかは大体こういうパーツはあるんじゃないかな、どこかはあると思うんで。でなんかそういうのをかき集めて組むのとか超いいと思うし、せんちゃんのこれとかまさしくそうだ。そうですね。僕もパーツボックスに入ってた系のパーツがハブとかね、あとパーツがあれだね、今ちゃんとしたマウンテン乗ってる人、ちゃんとしたマウンテンって言い方あれだなフルサスとかさ、マウンテンバイクのカルチャーすごい好きな人とかにちょっと乗ってみてほしい気もするよね。いやこれなんか逆のことやるそうだよね、なんかねちげえしみたいな、そういうね、そういう人たちの意見も聞いてみたいですね。聞いてみたいよね。本当聞いてみたいわ。そんな感じ？そんな感じですね。そんな感じだね。じゃあ今日はウォンバットのご紹介でした。これは僕のバイクで、こっちはヨヨコ展示車。でこれが俺の1x1です。これが僕のライコさんの1x1なんで、よかったら乗りに来てください。乗りに来てください。じゃあそんなところでありがとうございました。今日はありがとうございました。また。